金をかけずに手間をかける Do it yourself。どうもマエストロガレージです。以前からコツコツやっていた初代ビッツターボのロードノイズ対策。前回の動画では運転席と助手席のフロアマット下に住宅用の遮音シートを試しに敷いてみたんですね。そしたらなんて言うんですか、結構いい手応えを感じたんで、今回改めて後部座席の分も購入して試してみたんですが、これがまた結構いい感じだったんでご報告いたします。それではどうぞ。はい、またこの遮音シート。ヒアリビングさんっていうところから、発売されている、足音マットってやつですね。マンションとかの階下に足音を響かなくするためのシートです。3層構造で 7mm 厚の品物です。これ前回結構効果が感じられたんで、これ1枚3900円かな。少しちょっとお高いんですけども、お試しってことで前の座席にしか引かなかったんですけども、なんか効果があったんで、今回、後部座席用にまた1枚購入しました。これを今日は試していきたいと思います。まずは型取りから。今回はこのリアのフロアマットの形に合わせてカットするつもりでいたんですが、よーく見てみると、このフロアマットここだけじゃなくて、こんな奥行きがあるんですね。ここに。ここはなんか厚紙かなんかで別に型を取っていきたいと思います。それでは実際にやってみましょう。こんな感じの厚紙を使って、こういう感じで、こういう風に、ここが邪魔だと。こう合わせて。フロントシートの下のことを私、すっかり忘れていました。もうちょっとこう攻めてもいいかな。はい、こんな感じ。これ取ってみますね。これ、ここに合わせれば。これはここに合わせて、これちょっとビビってみて、こう切れば。私、マエストロ、正直に告白します。紙とハサミを使った工作が大の苦手です。まだ幼かった幼稚園の頃、ハサミと折り紙でなんか花を作るみたいな授業があって、もううまくできなくて嫌でトイレに隠れていた記憶というかトラウマがあって、今でもハサミと紙の組み合わせはうまくできる気がしなくて、呼吸が乱れちゃうんですよね。なのでマイクに入る音声がいつもよりも少し聞き取りづらくなっているのはご了承ください。さて、これじゃあ切り出しの作業を行っていきましょうか。表裏はこっちを下にしますね。本来とは逆の裏返しの使い方をします。硬い遮音材の下のこの吸音材ですか。これが厚い方にします。これを下側にします。あれ全然なんか長さ、大きさ足んなくない？ひょっとして。全然じゃない。どうしよう。これ、こんなでっかいんですね。ここまで取ろうとすると。こんなでっかいんですね。どうしよっか。ケチケチだな。またケチケチでいくか。じゃあケチケチでまた行きましょう。フロントシートの下のことを忘れていて、リアのフロアマットのサイズでしかイメージをしてなかったんですよね。これで行きましょう。これなんでこんな中途半端な場所にしたかっていうと、あと取り付けに行くとき説明するんですけど、この部分がね、この立ち上がり、リアシートとの立ち上がり部分、ここが結構ちょっとR がついてるんですね。なもんで、出っ張っちゃうんで、ちょっと逃げます。じゃあこれでいきます。また、こんな感じの色鉛筆で。サインペンとかだと、後で消えなくて後悔する気がします。これが、これ助手席側なもんで、今度運転席側、裏返しにして作りましょう。こんな感じ。この足音マット、もう少し大きいサイズも売っていて、そちらのサイズだとケチケチせずに使えそうなんですが、それだと滑り止め加工がされてないんですよね。じゃあこれで切り出していきます。もうあまりこれだけですよ。じゃあ切り出していきましょう。またこの切れないキッチンバサミで。切れないキッチンバサミでできるってことは結構いいことっすよね。ハサミ使いが苦手な僕でも一応難なく切れる加工性がありがたいです。ちなみにこんな風にカーブも続けて切っていくとやりづらいので、細かく切っていった方が楽ちんな気がします。はい、じゃあこっち側も切っていきます。終始無言です。残りはこんなもんです。こういう型紙に対してこういう感じで切り出しました。ケチケチなんで相変わらずですけど、こことこの部分は省略させていただきました。
はい、じゃあこれで切り出しの加工が終わったんで、前回制作した、運転席用と助手席用、前側ですね。前側のフロアマットの下に引くものと、今回新しく後部座席の、フロアシート用に切り出しました。これで全く引かない状態と、これを引いた状態で測定していきたいと思います。はい、測定はこんなスマホアプリを使って行います。そして、このこれスマホじゃなくてタブレットなんですけど、これのマイク使うといろんなところのこういうところの振動を拾っちゃってちょっと不正確に出ちゃうんで、ブーッと上行ってここに有線のマイクを取り付けました。これで音を拾います。スマホというか、タブレットにつながってます。はい、まずは前後とも何も引かない状態で測定していきます。測定はこんな感じで行います。この区間は海沿いの平坦な2分間ぐらいの区間ですね。どちらかといえば荒れ気味の路面状況の交通量も少なく人気がない場所3カ所でテストしてみました。60キロぐらいまで加速します。最初にきっかり60キロまで加速したら一定のアクセル回動を維持して測定していきます。テスト区間は遮音シートを引いた状態と引いてない状態ともに測定開始の目印となる場所を決めて測定を開始します。はい、60キロです。測定を開始します。もうちょい行ってくる。この青いところから入っていきますから。はい、こんな感じで鋭く突き上げる場所もある路面のコンディションです。はい、測定終了です。測定の結果はスクショして取っておきます。それでは足音マット、ここでは遮音シートと呼んでますが、実際に敷いていきます。ここですね。ここがさっき切り出しの時に言っていた部分ですね。ここのカーペットの立ち上がりが、ここのところがちょっと R がついてるんで、押し込んじゃうとこう浮いちゃうんですね。なもんで、少し短めにしました。でもこれケチケチの言い訳ですけどね。はい、この上にカーペットを引いていきます。色合い的にもグレーでちょうど目立たない感じですね。はい、後ろ側もこんな収まりです。シートの下もこんな感じで、ちょうどいい長さといえばそんな気もするような。はい、それじゃあ前側も引いちゃいましょう。はい、助手席側も引いちゃいましょう。フロントシートの分は前回の動画で作ったやつです。これ滑り止め加工がされてるんですけど、こうベタベタする感じじゃなくて、こうしっとりしてる感じです。なのでこういうホコリとか払えば落ちちゃいます。もう滑り止め加工されてるんで、こう置いただけでも全然滑らないです。これもフロアマットを上に重ねてと。はい、助手席側もぴったり収めてこんな感じです。はい、運転席側も逃げ加工がこうやってしてあるんで、この通りこのフックですね、フックの逃げ加工がしてあるんでこうやって収めます。やっぱりね、この形で正解でしたね。これ以上前に出すとペダルのこうなんていうんですか、ペダルにかかってきちゃう、このアクセルもクラッチなんかの踏みしろに影響があるようだと困っちゃうし、この辺がやっぱり妥当なところでしたね。今更ですけど。でフロアマットをかぶせます。このずれ防止の部分も収めます。はい、ずれ防止の部分もちゃんと収まりました。はい、じゃあこれで測定に行ってみましょう。まずは先ほどの海沿いの道。瞬間的な最小値と最大値で4から6デシベルの低下が見られます。平均値だと 1.2 デシベルの低減です。1.2 デシベルそんなもんなのって思われるかもしれませんが、音の強さ、いわゆる音圧レベルとしては 12% 程度の低下になります。今度は水田地帯にある2分間ぐらいのコースで測定します。まずは60キロまで加速します。今度は田んぼの中の一本道で測定します。こちらも最小値と最大値で4デシベルと7デシベルの低下が見られます。
平均値もマイナス 1.2 デシベルと先ほど同様の低下ですが、グラフに表示されているピーク値の山は分かりやすくマイルドになっています。次は30秒間程度ですが、ひび割れだらけで荒れた路面を測定します。最後に測定時間を短めに設定して荒れている場所だけを集中的に測定します。平均値はマイナス 0.6 デシベルと差は縮まりましたが、グラフに表示されているピーク部分では5デシベルの差が出ました。というわけで、不要なアクセルワークがいらない一定のスピードで走れる場所をテスト区間として3箇所のデータを取ってみました。厳密に言えば、今回測定したのは純粋なロードノイズの音ではなく、車内騒音ということになりますが、その辺は突っ込みなしでお願いします。それでは測定した結果をおさらいします。3箇所の測定地点において、ほぼ全ての騒音値が低下しているのがお分かりいただけると思います。平均値では 0.6 から 1.2 デシベルの低下が見られます。なんだ、1.2? 大したことないじゃんってお思いかもしれませんが、1.2 デシベルの低下ってこれ、某有名高級コンフォートタイヤに履き替えた時並みの効果が出たということになるようです。そしてこちらの最大値においては、5から7デシベルの低下、つまり瞬間的な騒音値が 50% 以上カットされたということになるみたいです。でもこれはあくまでもフロア面から伝わるロードノイズの一部が低減されたということであって、車内の騒音には風切り音やエンジンノイズなどが含まれているため、実際の体感値としては、少し静かになったなっていう感じのフィーリングですが、数字にするとかなりの効果があったような気になります。まあそうは言うても20年落ちのコンパクトカーなんで、現代の車に比べれば全くもってしてガタピシですけどね。というわけで、このピアリビングさんの足音マット、本来は住宅用の遮音マットなんですが、車に流用しても優れた効果を発揮するアイテムだという結論に達しました。ハサミで切るだけで簡単にロードノイズ対策。なかなかに効果ありますよ。それではまた。